どうもこんばんは、ゆっちです。動画に対するコメント、いつも楽しく見させてもらっています。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。読み上げると結構怒られそうな内容がたくさん来てますが、中でも個人的に一番好きなのが照射した系ですね。一体何を照射したんでしょうかね。いやー、全くわかりませんね。ですが、このコメント100点。さて、このチャンネルではガンプラや美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。今日作るのはアルカナディアのソフィエラ。プリモフも捨てがたかったんですけれどね、タイマニを作った後のため、頭の煩悩が高まっている。だから大きなおっぱいでチラチラ見えるスカートの中身でデュートリオンビームした。さて、レビューをしていきます。まずは造形。スカートの下から見えるムッチムチのガタベルトの太ももがたまらん。とても素晴らしい。さらに太ももだけではなく下乳も素晴らしい。乳を見せるだけではなく、肉の食い込みやベルトで引っ張られてる服の造形もしっかり作り込まれてますね。胸あたりにはすごい気合を感じますね。続いて可動も見ていこう。やはり一番気になるのはスカート。いじった感じ、以前作ったユクモと同じような可動式になっており、足の可動に合わせてスカートが可動するようになっています。このように一見股を開いたり前方に膝を突き出すには問題ないのですが、スカート以外の服が可動の邪魔をしてしまうので、ちょっと女の子座りをさせるのは厳しいですね。しかし膝立ちポーズなどは完璧。その他の可動については他の美少女プラモと同じように膝は二重関節で、肩の関節もしっかり上の方まで上げることができ、肘もしっかり曲がります。アルカナディアのプラモデルは可愛いと可動を両立してくるのがとても素晴らしいですよね。もちろんエッジもね。お次はウィンライズモードなる武装状態。組み立てた後のパッと見のパーツはそんなにパーツ数多くないじゃんって思うけど、結構細かいパーツがあったため作るの大変だったぜ。そんな武装を取り付けるとこんな感じ。尻尾や装飾品のおかげで元のソフィエラがボリュームアップして見応えがある。しかもこの大きな鎌のおかげで中二病心がくすぐられる。さらにここだけじゃない、胸も見てほしい。胸はなんと2種類あるのですが、そのうちの1つがピッチリスーツの胸。俺的にはこっちが好みだ。このピッチリスーツかたまらないぜ。ちなみにこの鎌は装備や刃の部分が可動し、好みの角度に調整できます。さらにこの鎌の形を変えることにより、一応手にダイレクトで持たせられることができます。さらに武器はこれだけではなく、追加で付けた腰のこの飾りが取れて剣になります。これが全部で4本あり、遊びの幅が広がります。ちなみに尻尾はボールジョイントで繋がっているので割と動かしやすく、取れた時もはめやすいので遊びやすいです。その他の箇所で追加された武器の装飾も細かく綺麗で、しかもいつも通り可動の邪魔にならない程度でとてもいいですね。続いて気になる点はとにかく合わせ目が多い。特に尻尾なんかは苦行。その他の腰や胸周りとかそれなりに造形が細かいところに合わせ目があるので大変です。あともう一つ、これは注意点なんですが、パーツの先端がめちゃくちゃ尖ってます。特に腰にはめる短剣ははめるときめちゃくちゃ痛かったです。皆さん気をつけてください。最後に交換パーツ。表情は全部で4つ。そのうちの1つは催眠としても事故としても扱ってもいい、とてもそそられる表情だ。ハンドパーツは全部で5つ。武器の柄のところにはまるパーツが2種類。さあ、ざっくりレビューは以上。今日は遊戯王カードに書かれているこの女の子、白金の城ラビリンス風に仕上げていくぜと改造する前にちょっと言いたいことがある。このソフィエラとかいろいろな美少女プラモのレビュー動画をたくさん見るんだが、 YouTube で全塗装の動画上げるやつ少なくなったよな。もっと塗装してみんなスケベしろや。まあ本音を言えばな、他の人の動画で他人色に染まっていく美少女を見ながら寝取られ感を味わいたい。俺だけか。すぐみじゃ満足できない奴らはうちの動画でスケベしていけよ。まあたまにロボットもののかっこいいやつは作るけどな。まずは合わせ目処理から。気になる合わせ目の部分にミスターセメント SP を使い合わせ目を消していきます。今回はなんとこのミスターセメント SP ずっと手に入らなかったのですが、リニューアルした瓶のやつが手に入りました。しかしながらまだまだ品薄が続いているので、もし買えなかった場合はガイアのセメントもおすすめ。こちらもミスターセメント SP と同じような感覚で使えます。さて作業に戻っていく。流し込んだ合わせ目の部分に両サイドからギュッと押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させてからスポンジやすいで表面を整えます。しかし
ただ合わせ目を消すと塗装後擦れて塗装が剥げてしまう部分があります。それが関節周り。ここは少しヤスリがけをしてパーツとの間隔を作ります。これを肩や肘周りにもやっていきます。このように少しでも塗装剥げ対策をしておかないと、割と美少女プラモは塗った後動かしたりすると剥げる。こういう細かい部分で少しでも塗装剥げ対策をしていくと、後で塗装が剥げづらく気持ちよく動かせるってもんだ。続いては後はめ加工。武器の刃の部分は合わせ目を消すと刃の部分がはめられなくなるので、根元のダボ穴をカットし、2箇所ほど C 型にダボ穴をカット。後はめしてもしっかりはまるようにします。武器の装飾部分は内面のはまる部分をほんの少し残すぐらいにカットして後はめできるようにしていきます。そして胸パーツ。胸は胸の装飾品を合わせ目処理をするために胸の肌パーツのジョイントを切り落とします。ここは切り落としても内面にダボ穴があるため、横を切り落としてもしっかりはめることができます。あとは装飾を整え、はまるかを確認すれば完成。続いては横に伸びたりしている合わせ目。足や腕なんかには横に伸びている合わせ目があります。ここ厄介なのが溝だけではなく、地味に段差になっている。ここにはタミヤエポキシ造形パテを塗り表面を整えます。次にパーティングライン。パーティングラインは長物には結構ついてます。こういうパーティングラインにはデザインナイフでカンナ掛け。ある程度カンナ掛けして消えたら最後にヤスリ掛けをして表面を整えます。さらにカンナ掛けはパーティングラインだけではなく髪の毛にも少しあります。ランナーの跡を少しヤスリで整えた時に浅くなったりしてしまうので、カンナ掛けをして髪の毛の凹凸をはっきりさせていきます。これをやることで後で髪の毛の影をつけた時影がはっきりします。続いてモールド。既存のモールドは後で墨入れしやすいように 0.2mm のタガネでモールドを彫り直しておきます。彫り直したら爪楊枝とスポンジヤスリを使いバリを落とします。さらに既存のモールドだけではなく、合わせ目を消した時などに既存のモールドが浅くなってしまった部分もモールドの形をしっかり整えます。めんどくさい下処理が終わったら造形。今回はスカートに一手間。ここの外側のスカートにラビリンスっぽい模様を鉛筆で描き、ドリルで穴を開け、大雑把にデザインナイフで穴を広げます。さらに棒ヤスリの細めで中身を整えたら、凹凸や穴のサイズ感をごまかすためにプラ板を細長く切って一部模様に沿って貼り付けます。これによってある程度表面の粗さが解消されます。あとは作業でできた凹凸をパテで整えれば完成。どうだい？なかなか綺麗な感じでしょ。これで一気にラビリンスっぽくなったはず。全体の形が整ったら今回は追加武装。身内に前回のエレーナのハルバードみたいな感じでラビリンスが持っている武器を作ってくれと言ったらいい感じのハルバードを作ってもらった。こいつを 3D プリンターで印刷。武器を縦に印刷することによりパーツの曲がりを防止していく。しかしこの縦に印刷することによりなんと印刷時間が10時間ほどになる。控えめに言ってやばいって。しかしながら時間をかけただけありとても綺麗に仕上がる。出来上がったら人肌のお湯で少し洗い UV ライトで硬化。できたパーツは表面をヤスリがけ表面を仕上げていきます。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミをジョイ君で洗い流し持ち手棒に持たせよく乾燥させたら塗装いくぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り塗装の食いつけを良くさせます。そして今回もパステルピンクを先に塗ってピンク色に染め上げてからフレームアームズガールカラーで肌色を全塗装。さらに陰影をつけ肌パーツをスケベにします。その上からマスキングをして最初にサーフェイサーグレーを塗ってからコバルトバイオレットを塗ります。この上にパステルミントグリーンを塗り服や一部装飾品パーツはこれで仕上げます。剣や布地の裏にはエメラルドグリーンから順番にグラデーション塗装。まず先端にエメラルドグリーンを塗ってから蛍光グリーンを塗って発色を良くさせ、さらに全体に蛍光ブルーグリーンを塗ってその上から純色シアンをさらっと全体に塗ります。シアンは根元の方は強めに塗りよく乾燥したら最後にパステルミントグリーンを塗って完成。ちょっと手間だが緑色がいい感じの発色になるのでいい感じに仕上がります。青系統の色は好きなのでついついこの色にしちゃいますが、今度は赤系統でスサノオの時やパラディンなんかとは違う赤オレンジ系統で仕上げてみたいですね。続いて塗った部分をマスキングしてもう一度サーフェイサーグレーを塗ってから白く
く服を塗ります。さらにマスキングをして暗めの白、灰色を塗って服の白を塗り分けします。ただ胸パーツに関しては肌色をうっすらと塗り、服がスケスケでエッチな感じに仕上げていく。その他の腕や足はタイツ塗装。まずコバルトバイオレット、ローズディープレッド、ピュアブラックを使い黒紫色に下地を塗ります。その上から髪留め用のネットをかぶせ、パレホのブライトブロンズで金色に塗ります。取るとテッカテカのゴールドカーボン状態で仕上がるので、この上から下地で使った塗料をグラデーション塗装すれば完成。あとはパンツだよね。パンツはさらにピュアブラックを強めにして黒パンツに仕上げる。そして胸元と同じようにちょっと肌色を足して透けてる感じのエッチなパンツに仕上げるってわけだ。これでスカートがめくれた時の楽しみが増えるってもんだな。さて大体の色が塗れたらフレームパーツ、マスキングをしてフレームメタリック2でシルバーに塗装していきます。ただこれ一色だと寂しいので、さらにマスキングをしてフレームメタリック1と剣の装飾に関してはスターブライトシャンパンゴールドで塗り分けをします。最後に髪の毛はまず下地にスカイブルーを塗ります。その上から下地の青が残るくらいにピュアホワイトで白く塗ります。ここにクリアでコーティングして陰影を塗ります。この陰影だいたい塗りすぎてしまうので、100均などで売っているメラミンスポンジを使い影をこすり取り、ベースの白と影の境目をはっきりさせ綺麗に仕上げます。こすった後がこんな感じになるのだが、より自然に仕上げるためにこの後毛先を軽くグラデーション塗装しておくとさらに綺麗に仕上がります。最後に裏地にコバルトバイオレットを塗っておしゃれな髪型に仕上げていく。これで大体の塗装は終了。ここからは筆などによる部分塗装。まずはパーツの調整。タミヤエポキシ接着剤を使い後はめ加工をして、ちょっと緩いなっていうパーツをしっかり接着して固定します。この接着剤はアロンアルファとは違い硬化した時発火したりしないので綺麗に仕上がります。次にエアブラシでは塗りづらかった胸元のリボンなどは割と他の青と近い色であるパレホのウルトラブルーを使い部分塗装。さらに墨入れなんかもこのウルトラブルーでやっていきます。このパレホの塗料は水性なのではみ出してしまった部分は水でさっと拭き取ります。口元にはエナメル塗料のホワイトとレッドを混ぜピンク色に塗ります。こっちはエナメル塗料なのでエナメル薄め液ではみ出した部分を拭き取ります。口を描いたらデカール、目には付属しているデカールを使用。なんとなくデカールを貼ったら前髪を取り付けて目元を微調整します。顔の仕上げにはチーク、ダイソーで買ってきた激安化粧品でチークを描きます。最後にトップコート、艶消しとクリアをハーフに混ぜ全体に塗っていく。これで全ての作業は終了。これが俺のなんちゃってラビリンスだぜ。
今回のソフィエラはいかがだっただろうか。できるだけかっこよさを中心に編集したため、ローアングルのカットは紳士用のため、メンバーズシップ行きな。ハルバートをつけて二刀流で案外2種類のラビリンスを楽しめたのではないでしょうか。そしてこんなに凝ったっていうことは売るのかって思うじゃん。今回はプレゼント企画用にします。まあ正直に言えば売るようで作っていた。ただ思ったより4万人の到達が早そうなので、いつもこの動画を見ているみんなのためにも今回はこのプラモデルはプレゼント企画にします。抽選方法は4万人到達した頃にご案内していこうと思うのでお楽しみに。それでは今日の動画もこんな感じ。ラビリンスのスケルスカートが気になって真正面から見てみたいよって思った変態デュエリストはよかったら好みの女の子カードも教えてくれよな。あとよかったらチャンネル登録高評価もよろしくな。かっこいいカウントダウンを見てかっこよく終わると思ったのか。違うんだなこれが。最近うちのチャンネルを見てタイマニを始めた人多いのではないでしょうか。そんな人のために今回は序盤でのサクッとした手引き。まああくまでも個人的な意見なため一意見として聞いてくれよな。まず一つ目が皆さん気になるガチャ。ガチャはこの後11月12月で開催される超5社祭になるガチャで、ガチャを回すのがおすすめだ。通常よりも SR の排出が多くなり、さらにすり抜けて当たる限定ユニットは大体強い。個人的にはこの横乳ラグナロクがおすすめだ。2つ目が序盤の進め方。初回やるステージは AP という名のスタミナ消費がない。中級と上級は後回しにしてレベル上げついでに進めておくといいぞ。さらに進めるとフミナ先輩でなんちゃって改造したあのキャラ鬼崎キララを交換できるようになるらしい。ただ問題なのがこの専用の育成素材を使ってしまうこと。ガチャで当たればいいのだが股間センサーで待てない変態紳士は交換するべきだな。ちなみにレベルを上げると覚醒素材になるものが不足するのだが見てくれ、後々腐るほど余る。覚醒素材については派遣やイベント周回をするのがおすすめだ。最後にユニットだな。ガチャ以外に過去イベントが開催されるイベントがあって、さらにガチャ石を使って無理やり解放させるやり方がある。もしガチャ石に余裕があるのならば絶対に取るべきはラバード・ソワレのメルシー。このキャラで戦闘中の回復は色々やってくれる。その他にアタッカーとしてロッカがおすすめ。最後に俺の股間センサーとしてエレオノールがおすすめだ。他にも語るべきことはたくさんあるのだが今回はお試しということでこれくらいにしておこう。需要があればもしかするとタイマニ単体で動画も作るし次回の動画でも差し込むかもしれないためよかったらコメントくれよな。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。僕らは雨の中でもダンスする駐車場